ブラザーミキのパリエ KH871 です。リバーシブルのニット帽を作っていきます。製図の説明をします。幅50センチ、頭周りは53、4センチあるんですけれども、ニットですので少し伸びるということを考慮して1周50センチで作っていきたいと思います。作り始めは2目ゴム編みなんですけれども、ダブルにしたいと思います。5センチのダブルですから10センチを編んで模様編みをしていくということになります。2目ゴム編みゲージは10センチ33目です。で50センチの目数は 3.3 をかけると165になるんですけれども、2目ゴム編みで1目を閉じ代にしてつながるように仕上げたいと思いますので、2を引いて4の倍数になる数165に近い数字が166目ということになります。 4×41 足す2というふうになります。166目を捨て編み抜き糸で10センチ分編み上げましたら、一旦捨て編みをします。編み込み模様のところは10センチが29目36段になっていますので、50×2.9 をかけますと145という数字が出るんですけれども、今回12目が1模様の編み込みですので、元々の目数に近い数字にしますと147目になります。これは左右の 1.5 目 1.5 目の3目を引いて、これが12で割れる数字になりますので、閉じはぎをしたところで模様がつながるようになります。ここからここまでは11段なんですね。でメリヤスが間に2段入りますので、1模様が13段という計算でやっていきます。3センチの高さで13段が2模様入ります。でその後に編み込み模様、それのゲージは14センチ分、目数の増減はなく50段編んでいきます。そこまで来ましたら3センチの間で徐々に頭頂の部分の目数を少なくしていくというやり方をやっていきたいと思います。次にしていきます。左から抜き糸1段入れます。段数計を0にしまして、ここからゴム編みを編んでいきます。ダイヤルは本編みのところと同じダイヤルで編んでいきます。ダイヤル6です。10段おきには両端の3目目と4目目はタッピ返ししておいた方がいいかと思います。ラダリングをしましたら、この抜き糸の上の段の本編み1段目の目の中に入れてください。で9回。2目ゴム編みが終わりました。両端3番目からタッピ返しをしてます。でここで捨て編みをします。糸は切らずにそのままでも構いません。ゴム編みから目数を19目減らして目を拾っていくんですけども、19本だいたい均等になるように先に針を出しておきます。でここに来た時に2目一度にすると19箇所19目減っていくということになります。ここに来たら2目一度にするんですが、その時にもし裏と表と重なるようでしたら、例えばここのとこですね、こっちから見て裏目のところに
こっちタピ返した目をのせるようにしてください。ここはタピで返した方同士ですので特に問題はないんですけれども、はい、ここですね。ここがタッピで返した方で、こっちから見たら裏目なんですが、こういう時は裏目の方を先にかけてタッピで返した方を後で上の方にかけるというふうにしてください。はい、編み込み模様に入っていくんですけども、パンチカードを設定します。この中に設定する時に1のところが見えるようにして入れ込むんですけれども、実際はこの1の模様が編めるわけではないんですね。1に合わせたら7段下のここからの模様が始まるというふうに思ってください。この0から左に12目、右にも12目、この模様が入ってくるということです。そうしますと右13目からまた24目がこの模様が入ってきます。というふうにして中心がここになりますね。模様の中心が。でそこから左右に模様が繰り返しできてくるというふうになります。位置が見えるようなところにして止まるにしておいてください。キャリッジは今の段階ではまだメリヤスです。ジートで1段編みます。ジートで1段編みましたら模様にこのレバーをしてください。ターンマークの外側にキャリッジが来るように、これは先進をし始める時1回だけで結構です。ここからメリヤス編みを編みながら一番初めに編む模様が先進されていきます。はい、このように出てる針が配色の色になりますね。今先進されているのはここのところですね。それでこれが0、黒い穴が開いているところが配色糸になります。ですので今先進されているのは中心から左2目目3目目に穴が開いてますので針が出てるはずです。はい、中心の左1目は穴が開いてないところでジートで編むところで、2番目3番目は穴が開いているので配色糸になってくるところです。そうしましたらキャリッジは同時編みにしてください。パンチカードは止まるだったところを回るにしてください。はい、色糸を入れるところがありますので、はい、このようにして色糸を入れて編んでいきます。今端以外は針が出ていない状態ですね。これは次はメリヤスですよという意味です。出てる針は引っ込めてください。ここはメリヤスだけを編みたいので押し込んでおきます。左の方もそうですね。メリヤスが2段ありますので、また編んだ後にこちらの左右の端の針が出ると思いますが、出てる針は押し込んでください。はい、こうやって針が出ますので押し込んでください。反対側も押し込んでおきます。次にまた編み込みの模様が先進されて出てきてますので、色を変えて同じように編んでいきます。
線芯がされてない状態で両端だけこのように針が出ているところです。これで模様がもう終わりましたということになりますので、次の模様にしていきたいと思います。パンチカードはこれは抜けまして、次の模様になります。これは、回転するようにしたいので、まず半分ぐらいのところまで入れましたら、挟んでいきます。重なりは4段重なっています。手前が上に来るようにして重ねてください。そうしましたら、やはり位置に合わせて止まるにしといてください。キャリジですけれども、平編みに戻して6段だけは平編みで編みます。はい、今5段編みましたら、カムレバーを模様編みというところにしてください。それとこちらにあるターンマークの外側にキャリージが来るように、これは線芯をし始める時1回だけで結構です。平編みを編みながら次に編み込まれる針を線芯していくということです。で、6段目の平編みになります。出てる針が配色糸になってきます。編み込みはここの1段だけです。はい、パンチカード回るにしてください。はい、キャリージ同時編みにしてください。色糸のところに糸を入れました。配色糸と配色糸の間は7つの地糸が入ってくる組み合わせです。また6段編みましたら、この間に今度配色糸が入ってくるようにしますが、今両端がこのような針が出てる状態になっていますが、これは配色糸の色糸口に入っている糸が編めるということですので、もし色糸口に糸が入っていなければこの目は落ちてしまいます。ですので地糸が編める位置に収めておいてください。こちらもそうですね。両端のこの針を収めることを忘れないようにして、あと6段編んだらまた編み込みになっていきます。色糸糸口の糸は外しておいてください。パンチカードも触りません。はい、針が出てますので押し込んでください。はい、こちらも忘れないように押し込んでください。次は編み込みになりますので、このように線芯されています。色糸口に入れてください。そうしましたらまたこちらの方に針が出てますので収めて、右側も収めて、配色糸を入れている糸を外してください。毎回両端の針を収めて6段編んでいきます。編み込み2種類やってこのところまで来ましたので、ここで一旦捨て編みをします。カムレバー平編みにしてください。そうするとここもフラットになりますよね。糸を外して捨て編みをします。ここから分散弦目で徐々に頭頂部に向かって目数を減らしていきます。
1回目の分散減目は147から28で19目減らすということになっています。まず必要な目数を出しまして、その中に19箇所目印として針をこのように出します。で、ここのところに来た時に2目一度にするという方法です。ここ針っているところに来ましたので2目かけます。他は1目ずつかけていってください。目を拾いましたので4段メリヤス編みを編みます。キャリッジは平編み設定です。4段編みましたらまた捨て編みをします。次に128目あった目を104にします。24目減らしますので左右とも52で104で、針を出しているところは24箇所で24目減るというふうになります。拾い目をしました。ここであと1段編みましたらこの模様になるんですけれども、模様を入れたいという方は分散減目して目を寄せていますので、ちょうどこの間には模様は来ることはないと思うんですね。パンチカードを設定します。あと1段平編みで編みましたら編み込み模様にしたいという場合はですね、まず編みたい模様から7段、7段進ませて止まるにしておきます。キャリージを模様編みにします。こちらタウンマークはないんですけれども大振りにこうしますね。それでメリヤスを編みながら線進をしていくということになります。そしたら同時編みにして、パンチカードは回るにしておいてください。色糸口に色糸を入れまして1段編みます。編み込みを解除します。1糸だけであと2段編んでここは終わりにします。配色糸はもうここで終わりますので切ります。メリヤスであと2段編んで捨て編みします。次に104あった目を52にします。全部を2目一度にしてかけていくということです。すべて2目一度にしまして目を拾っています。針を出してください。4段メリヤス編みをします。4段編みましたら2目一度にしていきます。端3目目から目を抜いた針は編めない位置に置いてください。こちら3目残ってるんですけど、ここを穴を開けると閉じはぎがしにくいのでこのままにしておきます。2目一度してるところが編みにくいので針を出しましょう。1段編んだら捨て編みをして終わります。あとは絞るのに使いたいんですけども、ちょっと弱いようですと他の糸に変えるかこの糸に沿わせるかをして最後の始末をします。このように1目針抜きにしている場合は若干多めの捨て編みがいいと思います。模様によっては糸の渡りの幅が多くなって脱ぎ着をする時に指が入ったりします。今回はリバーシブルのニット帽ですので、今度はこちらの目を拾って、このようにして編み上げていきたいと思います。糸の渡りが少ない場合はシングルの帽子でもいいと思います。その場合はここの目を拾うときにこっちの編み始めの目も拾って編み込みを始めるといいと思います。